こんにちは。喫茶レイドバックの雇われマスター兼新人個人税 VTuber の夕張レイです。この番組は閉店後の喫茶レイドバックに気になるゲストをお呼びして本音でおしゃべりしていく脱線歓迎のトーク番組です。本日閉店後トークに来てくださったのはねまういさんです。よろしくお願いします。ユタサルグトウニゲーサミラーネモウイアイビーなんですってもう一回いいですか？あれ今日本語でしたかね？ユタサルグトウニゲーサミラーネマウイアイビーいやありがとうございます。よろしくお願いします。言ってもわかんないかちょっとね我々今までの接点で言うと本当にありがとうございましたなんですが、私の誕生日にねメッセージ送っていただいて、で沖縄のプレゼント送っていただいたんですよね。そうなんですよ。沖縄感じられましたか？いやめちゃくちゃ感じました。もうだって梱包から本当に沖縄感満載で、めちゃくちゃたくさん入れていただいて、ちょっといつそば作ろうかなと思ってめちゃめちゃワクワクしています。いやぜひ召し上がってください本当にありがとうございます。沖縄に来てもいいんですよ確かに沖縄を感じるんだったらもう沖縄に行くのが一番ですねそうですねいっぱいご案内します。もう沖縄だったらもう結構だってもう歴ってねまおいさん沖縄の VTuber じゃないですか。そもそも沖縄生まれ沖縄育ち、そうですよね、沖縄在住です。わそのねまおいさん VTuber として活動を始めて今何年ぐらいですか？3月に7周年なので、おー、はい、もうちょいで7年です。いやーすごいですね。7年間7年間わー、そっか7年になるんだ。すごいしみじみとしちゃいましたね急になんかちょっとびっくりした。でも7年か。そうですよ。長いのか、なんかあっという間だったのか、なんかわかんない感覚になる。だって7年前ぐらいから活動してるっていうことはその前から VTuber を知ってるってことじゃないですか。まあそうですね。はいはい。なんか知ったきっかけと、じゃあなんか沖縄の魅力を発信する VTuber になろうと思ったきっかけとかってありますか？でも知ったきっかけはやっぱり、今大好きなキズナアイちゃんなんですよ。もう本当にやっぱね、確かにその頃といえばバーチャル YouTuber といえばキズナアイさんっていうのはありましたよね。アイちゃんが好きで、で本当にアイちゃんの活動もなんか好きで、はいはい。VTuber だけどその YouTube だけにではない活動をやってたじゃないですか、あの頃から。確かにあの頃からやってましたね。そうテレビに出たりとか、はいはいはい。やっぱそういう活動にすごく憧れて、もうアイちゃんってはい、なので知ったきっかけはもうキズナアイちゃんです。もうじゃあなんか元祖親分ですねそうですねなのでね、本当にそのずっと動画をしてるっていうのも、やっぱそのなんだろうな、その活動が大好きだったからっていうのもあって見てる方としても。なるほど。じゃあ憧れみたいなところから自分は動画をメインにしてやっていこうみたいなところも影響を受けてるんですね。ただ最初は、VTuber を実際始めたのは、シシゴンが VTuber なる人を探してたみたいなプロデューサーのね。なるほどなるほど。プロデューサーのシシゴンさんっていう方がいらっしゃるんですけれども。そうなんです。青いシーサーのね、怪しいじゃない長年手伝ってくれてるのに動画だったらカットできるのに大丈夫ですよ、動画なんでカットできますよあえて残すかもしれないですけどそうか、動画ではこういう出現多いかもしれない面白いんでね、あえて残すかもしれませんが、シシゴンさんがね、そうシシゴンがその、沖縄の魅力を発信する VTuber を探しているみたいな。シシゴンはそのアシビカンパニーっていうね、沖縄の会社なんですけれども、最初にいる
社員サラリーマン社員シーサーさん社員シーサー社員シーサーさんは輝いてるみたい。い確かに輝いてますね。そうでそのアシビカンパニーのシシゴンが探してたので、沖縄の魅力発信みたいなおー沖縄にいながら愛ちゃんみたいなことができるのってなって、なるほど、そっか、確かにキズナアイさんみたいな活動っていうとそもそも東京に行くっていうイメージありますよね。そうなんですよ。やっあぱね沖縄特にこういうなんていうのかなそのアニメ制作会社とかもないですし、なんかやっぱこういうエンタメみたいなのをするには状況だみたいな感じ確かになんですけど、でもそのシシゴンが募集してたので沖縄にいながらできるってなって、そっか、そこからです。確かに、だって沖縄生まれ沖縄育ち沖縄在住のネマウイさんですもんね。そうなんですよ。もう電車一人で乗れないですもん。沖縄ってでも電車ありますよね。ユイレールっていうモノレールがそうですよねそうですよね、あれはでもちょっと違うのか、なんかあんな複雑じゃない。そうか、新宿駅見てさ驚いてましたもんね、この前東京来た時。もう怖いなんか糸が絡まってるやつみたいな確かに中央西口みたいな何北なの西なの東なのみたいなもう分かんないってなる。この前それこそキズナアイさんのライブがあった時に東京に来られていたじゃないですか。そうなんですよ。そうそう一人で行ったんですよ。しかも一人で行ったんですか。偉いそう頑張ったよかった、迷わなくて。でその時に我々ねたまたまタイミングよくてお会いすることができたんですけれども、東京にね来たりすることもまあまああると思うんですけど、なんかそうやって VTuber で沖縄にいていろいろ活動できるって思ったと思うんですけど、なんかギャップとしていや意外と東京行かなきゃじゃんとかそういうのはあったりしますか？東京行かなきゃじゃんっていうよりもこの、はいはい、今結構 VTuber さんってやっぱ、なんだろう7年前とかと比べて増えてるじゃないですか。確かにすごい増えてますね。ですよね。でも、なんかその VTuber 同士でカラオケ行ったとか、夢の国行ったとか、はい遊んだりとかね交流がそれを見てこれがなんだろうこれなんかこのいや誰も悪くないんですよ。なんか切ない気持ちになりますよね。確かに。でもやりたいなみたいな。そっかカフェ巡りいいなみたいな。そっか確かにこう沖縄でねもちろん活動されている方もいらっしゃるとは思うんですけど、やっぱりどうしても、もうちょっと本州の方が多いっていうのはありますよね。そう、いやいいなーって思いながら眺めてました。そっか、ギャップで言うとじゃあ全然沖縄で活動すること自体はできるけどやっぱ他の VTuber さんとちょっと遊びに行きたいなとかっていうとハードルがっていう感じですかね。そうなんですよ。なんかもっとみんなでなんか仲良くとかなんかそういうのなんかいいな。ちょっとね夢の国とか行きたくなりますよね。何人かでとか。行きたいVTuber 同士で夢の国行きたい。でも今年はですね、ういはある目標を立ててるんですよ。そうですよね。2026年は、友達を作る。いやもうすでにいるイメージは私あるんですけどね。レイちゃんって今友達になってくれますか？もう友達だと思ってたんですけど。そうですか。そうですよ。友達ですよ。そりゃ。友達、ういとレイちゃん友達。じゃあ今度行きましょう。本当ですか？ぜひ行きましょう。行きましょう。で逆に私が沖縄に行ったら、ジャングリアにじゃあ連れてってください。連れて行きます。
毎日でも連れて行きます。すごい歩数になりそうですね。ちょっと気になるのが、うんなんかずっと本当にパワフルで元気に活動されているなって思ってるんですけど、実は人知れず心折れそうになってましたとか、VTuber 活動結構悩みましたっていうポイントとかってありましたか、今までで。でもやっぱり、うんうん1年ぐらい経つかな、もうちょい経つや。はいはい。沖縄の観光大使をずっと目指してたんですよ、デビュー当初。そうですよね。確かに観光大使になるって結構知られますもんね、いろんな人に。そうで、5年以上沖縄の観光大使を目指してますって言って、YouTube をやってって、はいはい。でそれで観光大使の募集があったんですよ、沖縄の。おお、なるほどなるほど。これ受ける、絶対受かるぞみたいにやってたのに落ちたんですよ。そっか。あれって募集してそれに応募して選抜みたいな感じなんですね。そうで、その前までははいはい。ミス沖縄っていうものがあって、なるほど。でいろいろあって、ミス沖縄がうんうんうん。制度がなくなるから観光大使を募集みたいなのがあついに始まって。今までなかったんですね、むしろ沖縄なかったんって。ですよそれがちょっと意募集みたいなの外。は。そうなんですね。でそれがやっぱ落ちちゃった時はもうってなって。そっか。それってこう明確に例えば不採用みたいな通知が来るのか、それとも選ばれなかったっていう結果でわかるのかだとどっちなんですか？最終までは行ったんですよ。そうなんだよ。でそれでダメだったので不採用っていう連絡はいただいて、なるほど。いや、めちゃくちゃそれは悔しいですね。うわってなりました。そっ5年以上はこのためにほぼ全てを捧げていたのにってなって。そっか、目標ですもんね。大きい目標として掲げてたっていうところですもんね。そうなんですよ。やっぱ使用言語 C プラスとか書いたのがダメだったのか。オーディション用紙に。オーディション用紙ちょっとあれですかね、奇をてらった感じだったんですかね。ダメだった。なんかC 言語と C プラス言語を使えるエンジニア在中って書いて。確かにちょっとそれはどう生きるのかなって思われちゃった可能性はゼロではないのかもしれま原せんが。因それだろうな。なるほど。また再度応募とかってできるんですか、それって。いやでもね、その落ちちゃったことをきっかけに、はい。もう観光大使っていうのを目指すのをもうやめちゃったんですよ。もうじゃあ一回スパッと諦めようと。そうです。そうなんだ。じゃあ新たにどういう目標にしたんですか？それうんうん。がまだはっきりしてなくて。まだじゃあ探し中じゃ、結構大きい目標でしたもんね、観光大使自体が。そう、それと同じぐらいというか、うんうんうん。なんかの目標がなんか分かんなくなっちゃったんですけど、そっか。結構ね、そのファンのみんながすはいはい。ごく励ましてくれてて、うんうん。もう今までのは無駄じゃないよとか、全然すごい無駄じゃないですよ。だって広報になってるんだもん、実際。嬉しい、すそう言ってもらえて。ごいことですよ、本当に VTuber でそんなことができるのは。そうなので今は現状をずっとうんうん。続けることが今一番の目標なんですよ。でもファンの人にとってはぶっちゃけそれがかなり嬉しいと思いますよ。本当？いやー、嬉しいですよ。もちろんこれを目指してこれに向かってやりますっていうのもかっこいいですけど、それでね、もう何度も悔しい悲しいっていう思いをしてるウイさんを見たくないなって人もいると思うんですよね、やっぱり。それで言うと楽しそうにのびのびとやってるウイさんがいいなって感じる人もたくさんいると思いますよ。優しい。ありがとう。なんとなく美ら海水族館とかこうざっくりした知識はあるんですけど、やっぱなんだかんだ地元の人が知ってる美味しい店って結局良かったりするじゃないですか。そうですね、美味しいお店いっぱいありますよ。ねえ、そうですよね。
だからやっぱそういうのをウイさんの目線であんまりなある意味忖度なくなんかスポンサーがついてるとやっぱそこのところをよく言わなきゃとかってあるじゃないですか多分きっと。あるある。でも多分ウイさんってあんまりそういう縛りなく自分のいいものをいいって言えるっていうところのは魅力はありますよね。あ、そうだから動画する時もなんかうんうんフラッと入ったはいはい飲食店がちょっとなんか、まあなんだろうな、めちゃくちゃおすすめみたいな感じにできないなって思ったら、ボツります。自分が行ったからもったいないから動画にしようとかじゃなくてちゃんと足を運んで行っていいと思ったところだけしてるって感じですね。そうですそうです。遠あ慮なくボツるようにしてます。じゃあ実際のところ何割ぐらい何本に何本ぐらいは実はボツだったりするんですよとかありますか？おー、それこそこの例えばラーメン3選みたいなはいはいはい動画を作った時は、はいはい。6?7 店舗は行きました。おお、じゃあ7店舗行ったけど3つ紹介したいなっていう感じだったんですね。あ、そうですそうです。いあやでもこっち迷うけどみたいな、いやこっちだみたいな。あなるほど。じゃあ本当取材とかはちゃんと行って足を運んで時間をかけてるけどもったいないから入れようとかじゃなくてもう自分のなんていうかいいと思ったものはいいと言いたいっていう軸があるっていう感じですかね。そうです。逆にいいと思えなかったのをいいと言いたくないので、頑張っていいところは探すんですけれども、はい、ちゃんと正直にやるのがきっと長生きできるはずだって思ってます。じゃあなんかウイさんの活動のなんか軸みたいなもので言うと結構その自分の心に嘘をつかないみたいなのは割と大事にしてますかね。あ、そうかも。なんかそんな感じがね喋っててもするんですよね。そうだからコラボあんまないのかもしれない。なるほど。なんか確かになんかぶっちゃけコラボってその取れ高とかも管理しづらいじゃないですか自分で。そうですよね。確かになんか撮影をさせてもらってやっぱボツにしますってできないじゃないですかなかなか。そうじゃないですか。そっか確かにそういうところもあるのか。あとなんかビジネス仲良しってやっぱ苦手で。なるほど。はい。そう思うとウイさんは結構企業勢だけどソロの個人勢みたいな感じで動けているっていうのはなんか性に合ってるかもしれないですね。あ、そうかもしれない。アシビカンパニーがすごく理解をしてくれてるのもありがたいんですけどね。だからありがたいですね。とてもありがたいです。もう結構なお時間になってしまったんですけれども、わあ、あっという間だ。なんか最後に、ファンの方とかリスナーさんになんか求めることとかってあったりしますか？結構なんかリスナーさん側がこれ知りたいとかっていうのがあったりするんですけど、なんかただ健康にいてほしいとか旅に行ってほしいとかなんか普段活動を通じてリスナーさんとかファンにこう思ってますっていうことってあったりします？あります。ありますか？一緒に長生きして沖縄おいで。来てほしいですよねやっぱ最終は。そうですね。ういからもねあちこち行きたいなって気持ちもすごくあるんですけど、やっぱね沖縄の魅力が伝わっていてほしいなって思います。県外の人にも県内の人にも。なんかやっぱも沖縄にいてその VTuber を始めて、沖縄の魅力気づいたことってすごくいっぱいあるので。そうなんですね。もともと地元は好きだけどやっぱ見てみたらこんないっぱいいいとこあるじゃんみたいな。そうなんですよ。だし絶対は本当沖縄から出たことがないので2週間以上。2週間以上。なので逆にその県外の人の方が沖縄の魅力を知っているパターンもあるので。確かに地元の魅力って私も言われてもって出てこないかもしれないからあるかもしれないですね。そうなんですよ。だからもう一緒に長生きしたいです。じゃあもうリスナーさんに求めることはもう長く健康に生きてでも何度も沖縄に遊びに来てってことですね。そうです。
あ、不老不死。不老不死目指しましょう。ちなみに何を食べたら長生きできます？沖縄の。沖縄のはい。なんだろうな、最近ランキングだいぶ下がってるからな。長生きランキングみたいなのありますね。長生きランキング沖縄かなり下がってるんですよね。まあなんだろう、やっぱ三品茶とかあ、三品茶、ですかね。確かに美味しい。なんか沖縄良行くとね、さそうな。確かにコンビニに売ってますからね、三品茶。そうまあでも美味しいのいっぱい食べてはい。正直に生きてはい。無理せず長生きしたいです。わかりました。ありがとうございます。あれです。マクート総計ナンクルナイサーです。あ、なんかないさ。出ました。ありがとうございます。はい、ということで、そろそろお時間となりました。本日の閉店後トークなんですが、もしよければ最後にねまういさん、宣伝とかお願いしてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。ういは沖縄の魅力を7年間発信し続けているすごい。YouTube がありますので、はい。はい、ぜひぜひういのチャンネルにも遊びに来てくれたら嬉しいです。はい。お願いします。沖縄の魅力しかないですよ。そうですね。魅力の塊で、しかも最近はコラボもいろいろされていて、お友達を何人作れるかと頑張っていらっしゃるので、私もその一人に加えていただけたらと思います。やったー、ありがとう。はい、ということで、もしちょっといい時間過ごせたよと感じていただけましたら、高評価、チャンネル登録、ハイプしていただけると嬉しいです。励みになりますのでよろしくお願いします。そしてねまういさんのチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ということで、また次の閉店後トークでお会いしましょう。バイバーイ。またやだ。